目標として今年中にちょっとデビューしたい。うるさくてみんな踊り狂ってる場所。めちゃくちゃパリピな会社ですね。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。それでは本日のお客様です。本日の客のシュウで言います。現プログラマーやらせていただいております。よろしくお願いします。酒井亮と申します。カットシーンをさせていただいております。今まで携わったタイトルはドライブ9っていう、ゲームのアートディレクターとかファイナルファンタジーオリジンっていうやつの、カットシーンリードとかをさせていただいておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあもう早速シュウ君がハマってることっていうのを聞きたいなと思ってるんですけど、はい。ちょっと今日のために機材を用意してました。そうなの。見た？見てないです。もう一度楽しみにしてる。俺も。最近ハマっていることとして DJ をやってこれちょっとこう見せていただいて。これ DJ のコントローラーです。すごい。ビートマニアとは違うってことですよね。違うです。もちろんあれも好きです。ちょっときっかけとして話します。これ何をするもん？まず DJ は何をするっていうと、皆さん DJ としてのイメージ大体こういうスクラッチじゃないですか。実はこれ一部の人しか使わないですね。スクラッチをするのが、大体の DJ は曲をつなぐようなものをやってまして、DJ の役割はこのフロアのなんか音止まらないようにしてることで、1曲から次の曲をどうやって自然につなげていくことが、それが DJ の仕事を取る役割です。だからこうなる前はもう今の時代は過去の遺物となったレコード、ね、EP か、を両方載せて、だから A の方を鳴らしといて、でA の終わりに B の方にうまくっていうことだよね。はい。もちろん今もそういうレコーダーのプレイヤーとミキサーを接続して、そういう、古いというか、今でも通用する方ですね。それがだからこれもうフルデジタルになってるってことだよね。だから音源自体もデジタルのデータなわけでしょ。そうですね。音源データをフルデジタルですってことだよね。ちなみにこれはなんでハマったというか。そうですね。じゃあちょっときっかけを話しますね。先ほども小山さんがビートマニアとかおっしゃってて、もともと現世で音楽ゲームは結構好きなんで、結構やってました。で僕はその2023卒で、去年だいたい仕事1年でちょっと週末暇だなと思って新しい趣味を見つけていいなと思って、なんかだんだんその DJ のイベントを通い始めたんですね。クラブとかクラブとか、あと外でやってるイベントとかもそこに通い始めて、なんか聞くたびに自分もやりたいな、この曲とこの曲相性がいいな、自分もちょっとつなげてみたいなと思って、自分もその DJ のコントローラー買ってやり始めました。じゃあ割と最近ってことだよね。最近です。新人の DJ で大体みんなイベントに出るんじゃないですか。僕はまだイベント出演経験がなくて、家でまだ練習をやってます。なるほどなるほど。まだそのじゃあなんていうの、ステージには出てないんだね。ステージには出てないんですよ。目標として今年中にちょっとデビューしたいです。それデビューするとしたらどうやってデビューできるの？イベントの主催とかに連絡して、なんかこのイベント出たいですとか、もしくはなんか公募があって自分でDJ ミックスした曲をそれをなんか主催に送って、でこの中で選んでいくっていう形です。デモテープを送って、
向こうが審査してそうですね。合格ってなったらイベント来てくださいっていう。そうですね。ああ、なるほどね。でもなんか DJ ってあれですね、なんかその場でちょっとそのノリに合わせて変えていくみたいなのもあるんですよね。もちろんすごい腕の DJ はそうやりますね。僕はイベント向けてセットリストとかを作らなきゃいけないし、練習しなきゃいけないし、多分ベテランの人はその場でなんとなく曲を探してこの曲がいいなと思ったらこの曲を自然につないでいくことができると思います。これさ、これには曲データはどうやって SD カードかなんかで曲データ、このモデルはUSB とかないんで携帯つないだりするんですね。携帯とか PC につないでやるってことです。なるほど。で曲はどうやってセレクトするのこれ？実演してみたいんですけど見たい。全然分かってないから。これDJ ナイトイベント？DJ ナイト僕もそんなイベント大好きな人がここいるじゃないですか。クローバーズを代表するパリピがいるじゃないですか、ここに。僕クラブめちゃくちゃ興味あるけど今のところ未だに行ったことないんですよ。興味あんの？めちゃくちゃ興味あるんです。僕音楽が好きなんですよ。クラブ系のサウンド好きで。実は僕が行ったのがバリバリのクラブ、アニソンとかあちら辺によるんですね。音ゲーのソングとかアニソンとか。結構飲食店でもう機材くれるだけで済むから、結構夜30分刻みでサトシナイトとかなんとかナイトとかやってる飲食店もありますよね。飲食店で？俺クラブってものいまいちよく分かってなくて、若かりし頃南の夜でよく遊んでた時にショーパブのロシア人のお姉ちゃんと一緒によく連れてかれたのはあるけど、そうすごいうるさくてみんな踊り狂ってる場所。ああいうところ？それはダンス系のクラブだけど、他にもなんかそういうライブハウスとかで、ちゃんとライブハウスで。僕も音楽聴くのでクラブに行きたいっていう感じです。音楽聴くっていうか、でもみんな音楽聴いてるだけじゃなくて踊り狂ってるんじゃないの？それを僕は冷静にもう座って別に音楽聴くだけでいいんですけど、なんかでも今有名な DJ の方がいたりするんで。結構なんか海外の有名な DJ の方とかでも日本で結構普通のそのクラブとかでやってたりとかされることあるんで、これ急に仕事中にクラブサウンドが流れ始めるとかめちゃくちゃパリピな会社ですね。社内の人たちが、そんな向こうまでの爆音でなるの？やっぱもうドツドツってなればもうピザパーティーフライデーナイトして出ます。出ましたね。お願いします。じゃあちょっと。部屋にミラーボールある人です。すごいパリピですね。お祝いは大体なんかフィックスとか使ってもいいんですけど、大体は次の曲を最後までなんかつなげていくってことです。元気にくれた時に大事に後でお見せします。これまだです。次の曲です。カードですね。はい。す
すごい。おお。まあ、確かになんか面白そうかもと思いました。はつなぎでもそのエフェクトみたいなの。エフェクトは入ってもいいんですけど、大体この EQ ですね。高音、中音、低音の、バランスとか。一回止めます。一回止めてちょっと説明僕みたいな。はいはいはい。真ん中のボタンちょっと説明してもらって。はいはいはい。まずはその2つのチャンネルがあるんですけど、これがもうこのチャンネルの音量で、これ上げたらここの曲が再生したら音を出せます。これもこちらの音量で、下がハイ、ミッド、ロー、高音、中音、低音の音量ですね。でこれがCFX っていう高音を遮断するか低音を遮断するか、このつまみで、できるんです。だいたいサビの前に入るなんかエフェクトみたいです。それをこううまく組み合わせて次の曲にスムーズに切り替えるっていう。そうですね、そうですね。でこれがテンポBPM を調整することで、ここいっぱいのボタンがあるんですけど、この曲もここで一回なんか、ポイントを設置して、これを押したらここから再生するっていうものです。フィックスとかここで単になんかエフェクトをつけるとかもできるんですね。いっぱいの機能があります。っていうかだからさ、その機能があったとしてそれをリアルタイムでどうやるのかが全然わかんないよね。そうですね。俺ができるのは、これがマスターの音量だったらもうコースだけまあわかります。僕も大体リアルタイムでやらなきゃいけないし、ここの一番その切り替えのポイントを逃したらもう事故ですよ。